おはようございます。ラッキーチャンネル山さんです。大変ご無沙汰しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、実はね、もう YouTube いいかなーなんて思って放置してたんですけど、これだけ放置しておいたらね、どんだけ登録者が減ってるかなと思って確認してみたらですね、増えてたんで、もうちょっと頑張ってみようかなと思って動画上げてみました。そんな久しぶりのね動画ですが、消毒と害虫対策についてお話ししようと思います。消毒の話はね前からやるつもりだったんですけど、なんで出さなかったんだろう。大事な話なのでね、やっていきたいと思います。皆さん消毒ってどうされてますかね。業者さんに頼んで年に1回か2回か3回か定期的にやってもらってるよっていうお宅もあるんじゃないかと思うんですが、消毒してもらったのに虫がついたなんてことないですか。まずね、そこから解説していきますが、まずね、薬剤の効果っていうのが、転着剤っていうね、葉っぱに薬剤がくっつきやすくする糊みたいなものなんですけど、これを混ぜても1週間程度なんですよ。なので、薬剤散布した1週間後についた虫に対しては効果が出にくいわけなんですよね。そして、害虫が発生するね大まかな時期っていうのは大体同じなんですけど、その年の気温だったり天候によってねズレがあるので、発生するジャストなタイミングで薬剤散布するっていうのはたまたまっていうこと以外は不可能なんですよね。なのでこんなこと言うとね怒る業者もいると思うんですけど、薬剤の定期散布っていうのは造園業者のね小遣い稼ぎくらいにしかなっていないと思います。実はね、うち消毒ってほとんどやってないんですよ。一件だけですね、どうしてもっていうお客さんがいるのでやってますが、庭をね、きれいにしていれば、消毒しなくても虫ってね、そんなにつかないんですよ。絶対つかないわけじゃないですけど。で、そもそも木には害虫に対しての耐性っていうのがあって、葉に含まれるね、ポリフェノール、苦味成分ですよね。これがね、害虫の消化を阻害して食欲をなくさせるっていう働きをするんですけど、虫もね、負けていなくってですね、解毒をしながら食事をするっていうですね、涙ぐましい努力で対抗しているわけなんですが、葉をかじられるとね、植物っていうのはさらに匂いの成分っていうのを微妙にね、自分の中でブレンドして、害虫の天敵になる虫を呼び寄せるっていうことをやってるんですよね。そこら辺のことを別の動画でね、違った感じで紹介しているので、ぜひそちらもご覧になってください。こんな感じでね、うまく生態系のバランスが保たれてるんですが、ここに消毒をするとどうなるのかというのが次の話です。消毒っていうとスミチオンとかオルトランなんかが皆さん頭に浮かぶと思うんですけど、スミチオンっていうのは害虫が薬剤に接触または薬剤がついた葉を食べることによって駆除するもので、即効性があるね強い薬です。それとオルトランはですね、浸透性の薬剤で根や葉からね吸収した有効成分が全体に回って、それを食べた虫を駆除するものなので、殺虫効果はねどちらもあります。なので害虫駆除に消毒は有効なんですが、害虫を食べる益虫や土の中の良性の菌なんかもまとめて駆除してしまうので、害虫が大量に発生した場合は撒いてもいいとは思うんですが、通常はなるべくね撒かない方がいいんじゃないかなと私は思っています。この辺をもうちょっと詳しく掘り下げると、消毒を繰り返しすることで木が持っている本来の耐性が下がるということをね言っている人が結構いるんですよ。私もそう感じてます。なんですが、このことをね何度か調べてみたんですが、消毒の薬剤が直接耐性を下げるっていうね根拠が見つけられないんですよね。最近よく聞くねエビデンスってやつが出てこないんですよね。そんな中、なるほどなと思った説明があるんで紹介します。まず予防のために消毒をします。それによりその場所にいた益虫が駆除されてしまうと。そこに害虫が産卵し繁殖するので、駆除のために消毒をしますと。その後も以前の虫がつく嫌なイメージっていうのがねあるので、また予防の消毒をしてしまうんですよね。つまり消毒によって害虫を捕食する益虫が全くいなくなるので、害虫パラダイスになってね、消毒をやり続けないといけなくなるという負のループにはまって、木の耐性が下がったように見えるということなんですよね。これねなかなか腑に落ちる説なんじゃないかと思うんですが、
さらに言うと、害虫っていうのは薬剤に対しての耐性をつけるんで、2、3年おきに薬剤を変えてやったりするんですが、薬剤の使用期限っていうのがあってですね、どうしても期限内に使い切りたいから、ずっと同じ薬剤を使いがちになると思うんですよ。そうすると、耐性がついた虫をどうにか駆除しようとして、濃度を上げてしまうと。濃い薬剤によって葉焼けなんかが起こるので、光合成が阻害されて木が弱くなるっていうこともあるんですよね。それとね、人体にも影響が少ないとはいえ、あるにはあるので、無意味な散布っていうのは減らした方がいいんじゃないかなと思います。今の話を聞いて消毒するのやめてみようかなと思った方にね、一つ注意点なんですけど、消毒をやめた後もね、液中の数が足りないっていう状況が続くので、一時的に害虫にやられまくるなんてこともあると思います。2、3年くらい厳しい状況になるかもしれないので、そこだけ注意してください。とはいえ予防策っていうのは皆さん取りたいわけじゃないですか。じゃあ害虫予防ってね、消毒以外に何があるのかっていう話なんですけど、第一に風通しを良くするっていうことなんですよ。うちはね、消毒やってないけど害虫被害あんまりないなんて話しましたけど、これ以外にね、うち害虫予防としてやってることってないんですよね。木単体はもちろんなんですけど、庭全体も風の通りを良くしてやることでかなりの予防になると思うので、うちの動画でね、出してるみたいな刈り込み手入れの木を枝抜きするなんてね、大掛かりなことしなくてもいいので、刈り込んだ後にね、少し枝を間引くとか、棚を少し減らしてみると、だいぶ変わってくると思います。それと天然由来のもので消毒するなんていう方法もあるんですが、木作とか牛乳とかね、私がね、あんまり詳しくないので、どうかな、庭師というよりはですね、園芸系の人たちの方が、詳しくね、説明しているものがあると思うので、興味のある方はね、調べてみてください。続いてはもしかしたらこれも予防になってるかもしれないっていう話です。これ次の剪定動画で出すつもりの木木なんですけど、木刻ってね、新しい葉っぱがみんなハマキムシにやられて汚らしくなってるイメージってないですか？でもこの木刻ね、一回もハマキムシついたことないんですよ。一回ぐらいはあるかな。まあほとんどついたことないんですけど、これ私の憶測なんですが、後ろにある大きい木がクスノキなんですけど、クスノキって匂いに防虫効果があるんですよ。野菜なんかを育ててる人は知ってると思うんですけど、コンパニオンプランツとかトラッププランツとかっていうのがあるんですけど、こちらもね、園芸系の人の方が詳しく説明してると思うんで調べてもらうといいと思うんですけど、虫をね、寄せ付けないとか寄せ付けてまとめて駆除するとかってするものなんですけど、このクスがね、コンパニオンプランツに近い働きをしているっていうのはね、十分考えられるんですよね。ということからですね、庭に虫が嫌いなね、匂いのする木を入れるっていうのも予防につながりそうですよね。ただその木を植えることによって庭の風通しが悪くなったりすると意味がなくなるんで、あくまでね、十分なスペースがある場合、検討してみてもいいんじゃないかなと思います。これまで話してきたことから、消毒はね、業者に依頼するんじゃなくて、庭木を持ってる人がやるっていうのがね、一番効果があるんじゃないかなと思うんですよ。消毒っていうよりね、虫がいるところにスプレーの殺虫剤を部分的にかけるぐらいでいいと思うんですよ。それなら近隣トラブルにもなりにくいと思うので、でね、あと業者もですね、消毒は受け付けてはいるけど、積極的に消毒周りをしている業者っていうのをあんまり見かけなくなったんですよね。あと学校とか公園とかね、あと団地とかででっかい噴霧で薬剤ぶちまけてるっていうのも見かけなくなってるんですよ。実際それほどね、他の業者と交流があるわけではないので、実態っていうのはね、どうかわからないんですけど、減った気がします。消毒って近隣トラブルになることが非常に多いんで、リスクとね、消毒することで得る対価っていうのが釣り合わないんですよ。それで消毒をね、撤退した業者っていうのが増えたんじゃないかなと、詳しくは知らないんですが、そんな感じかななんて思ってます。ちょっとそれに無理やりこじつける感じなんですけど、ここ2、3年ですね、庭師の最大の天敵である茶毒画をね、ほぼ見かけなくなったんですよ。いるにはいるんですけど、見つけるとね、ちょっと嬉しくなるぐらいのレベルでいないんですよね。昔だと庭に入った瞬間にね、体中が痒くなるぐらい庭中の木が茶毒画にやられてるなんてことがね、あったんですけど、今全くなくなってるんですよ。
それもね、消毒する業者とか希望するお客さんが減ったことによって、庭の生態系がね正常化してきたってことも考えられなくはないんじゃないかなと。どれだけ消毒の件数が減ってるかっていう統計が取れてるわけでも何でもないのでわからないし、気温の変化っていうのもね大きく関係しているのかなと思うので、はっきりしたことは言えないんですけど、そういうこともありそうかなという感じですね。最後にですね、補足みたいな話なんですけど、住地温が生産終了になるようです。何せ消毒をねやってきてないので詳しくないんですけど、ネットの記事見てもね、なんか生産終了とか登録変更とか書いてあってよくわからなかったんですが、登録変更ってなんじゃいと思って調べてみたんですけど、登録っていうのはね、農林水産大臣の許可が下りたよっていうことみたいで、許可が下りなくなったという感じなのかなと思うんですが、国の農薬に対する評価が変わったことで住地温の登録が現在のままでは通らなくなったっていうことのようです。知らないことなんで説明ぐずぐずですけど、住地温の製造元である住友化学は、今後もね持続可能な対応をすると言っていて、薬剤としての効果とかね安全性とかのデータを作り直して再度登録を目指すようです。ヨーロッパの方ではね有機リン系の薬剤が禁止傾向にあるんで、その流れを受けての日本の対応なんじゃないかなと思います。何しろね、一旦生産は終了するようなんで、住地温を買っておきたいという方はですね、業者の買いだめなんかもね予想されますので、早めに購入するといいんじゃないかなと思います。ということでね、消毒の話をしましたが、まだまだ話せることがいっぱいあるお題なんですが、あんまり詳しい内容にしても話がややこしくなるだけなので、そぎ落としてお伝えしました。害虫って確かに嫌だと思うんですよ。私も現場で見るのは嫌なんですけど、害虫もね生態系の一部なので、ゼロにするっていうのは違うのかなと思うんですよ。ミツバチがいなくなると4年で人類が滅亡するって、アインシュタインだったかなの言葉があるように、我々がね害虫と呼んでるものもいなくなってしまうとどこかがおかしくなってくるんだと思うんですよね。なのでね、うまく害虫と付き合っていくみたいな感じの害虫対策をしていければいいんじゃないかなと、そんな風に思っております。それとね、こういう薬剤とかの話って出てるデータとか根拠とかの捉え方がね人によっていろいろあるもんなんで、これが正解とかそれが間違いとかね、なかなか判断するのって難しいと思うんですよね。なので私の話はあくまで参考として聞いてもらって、消毒について考えるきっかけにしてもらえるといいかなと思います。久しぶりに動画出しましたが、これからも不定期配信は貫いていこうと思いますので、気軽にお待ちいただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。